人のこのいわゆるたくさんいる中に住んでるわけですよね。今でもつかず離れず住んでます。例えば人が怖かったら逃げていけばいいわけですね。人と違うところに住めばいいわけですけども、それでも人のそばに住んでます。学生時代からそのスーパーラットがなんでスーパーなのか。毒でコントロールするのはおそらく限界があると思います。ただし効率的に駆除をするためには毒は絶対に必要なんですよね。怒り消毒技術研究所所長谷川勉です。私とかですね、ネズミの研究者としてのスタッフが何人かいます。仕事としてですけどやってるのは、スーパーラットがいわゆるどういう行動をとってくれるかと調べようとしています。スーパーラットは一つは殺素剤に対して耐性を持ったネズミです。それからもう一つは普通のネズミよりも本当に賢いネズミになります。昔のネズミはやはりトラップでも捕まりやすかったですし、殺素剤でも死にやすかったんですね。そこの中から淘汰されたネズミたちが生き残ってますから、非常に賢いネズミ、それが生き残ってると思います。ネズミというのは体が小さいものですから、他の動物に食べられやすいんですね。ですから自分から武器を持ってないというのが特徴です。そのために数を増やすしかありません。家ネズミと言われるネズミがドブネズミ、ハツカネズミがいるんですけども、東京で増えているのはクマネズミになります。クマネズミは立体的な行動、いわゆる高いところに平気で登るようなネズミです。そのために東京ではビルの高層階まで上がってしまうことがあります。大体ですけども2センチぐらいの幅があれば通り抜けることができるんですね。ですからこういう狭いところでも平気で通り抜けてしまうんで、特にビルで増えてしまったんですね。スーパーラットは殺素剤を使うところがビルが多かったもんですから、そのビルで多くなったネズミたちが分散して一般の住宅の方に行ってしまったということで、そういうネズミたちがスーパーラットですから、そういうネズミたちが都会でどんどん増えてますから、スーパーラットも増えてると思います。人というのはあまり年取ると動けませんから、日本の戸建て住宅、いわゆる一般家庭と言われるところですけども、それに対してそういうネズミというのは自由度が高いですから、そういう自由度が高い中にネズミが入り込んでしまうと、その中で増えてしまう傾向があると思います。まず高齢者のところでは一番問題なのが食品をかじるということと、それからひどいのはその寝たきりの高齢者をかじってしまうということもあるんですね。その他に家ダニというダニがたくさんついておりまして、それが非常にかゆいんですね、人につきますと。それからかじられると被害ですね。ネズミの門歯ではどんどん伸びていく、前歯だけですけど伸びていくんですね。なんか硬いものをかじるってすり減らします。逆に硬いものが食べられる独自の進化をしてるんですね。例えばクルミとか硬いものがありますよね。そういうものは他の動物では食べられないんです。でもネズミとかリスは平気でかじって穴開けられます。ですから他の動物が食べられないものを食べられる、そういうようなことで発達した歯なんですね。その他にケーブルとかそういうのをかじってしまいますから火事が起きてしまったりとかですね。それから短絡事故で本当にぼや程度で済むんですけども、そういうことがあります。その他に怖いのは病気ですね。病気を媒介することがあります。それは一つはネズミの糞から来ることが多いんですけども、サルモネラ症ですね。食中毒を起こします。こういう被害が主な被害となります。主に昆虫を担当してます富岡さんです。富岡です。よろしくお願いします。ネズミの糞から発生する虫について研究しております。この中には実は小さな蛾がいるんですけども、この蛾はネズミの糞から発生する蛾です。ミツモンホソキバガという種類の珍しい蛾なんですけども、それが最近都内でですね、いろんなところで発生することが分かりました。その生態を研究しております。60年間日本では見つかってない蛾だったんですけども、どういう糞から発生するか分からなかったんですね。そして去年都内で発見されて、それが実はネズミの糞から発生するっていうことが分かりました。
で今までその幼虫とか生態が全然分かってなかったんですけども、去年そのネズミの糞でうまく飼育して浮かして、形態とか生態を学会で発表したばかりの種類です。地方のクマネズミ、例えば今小笠原のクマネズミというのがいるんですけども、小笠原は世界自然遺産という中にクマネズミが増えてしまって希少動物を食べてしまうんですね。ですからクマネズミがいて増えてしまって、同じく東京の都会の中で高齢化社会の中で出ているクマネズミ、同じクマネズミですけども少し違いがあるということで、それの差がどこにあるかを調べようとしています。今のところ一つ言えるのは、都会のネズミはトラップで捕まりにくいということで、今言った小笠原のクマネズミはトラップで簡単に捕まるということですね。そういう大きな差がありますから、それがなぜそういうネズミたちが発達してきたのかということを調べようとしています。この部屋はネズミを放し飼いにしております。こちらの方が新宿のネズミがいまして、でこちらの手前の方が小笠原さんのクマネズミがいます。ここに餌を置きます。で食べてガッてやったら閉じて捕まると、パクっていってくれたらやったというものですね。今からじゃあ警戒心を見るために、カゴ穴に捕まるかどうかっていうところを見ます。で、ネズミが通りそうなところですねに、カゴ穴を仕掛けて明日の朝どうなっているかというところのチェックをですね、明日の朝したいと思います。それでは、トラップの方を仕掛けましたので、明日取れているかどうか確認したいと思います。それではですね、昨日仕掛けたトラップ捕まっているかどうか見に行きましょう。小笠原のネズミですけど捕まってます。これが小笠原のネズミですね。簡単に捕まります。可愛いですね。この可愛いっていうのがいけないやっぱりネズミがなかなか殺しにくくなるところで、それではこちらの方スーパーラット同じように設置してますけど捕まってません。中にもやっぱ取れなかった、捕獲するための罠ですけど取れなかったということですね。餌は入っているのは知ってると思うんですけども、新しいもの、例えばこれがこの中にはないものですよね。全くないものの中に新しいものがあるとこれが怖いということですね。ですからこれに対して警戒心を持っているというのが一つあります。この本当にネズミたちは神経質ですごい敏感なんですよね。いろんな行動一つ一つに環境の変化に弱い、そういうような警戒心の強いネズミたちが逆にそういう弱点を持っていると思っています。実際捕まえたらやっぱり楽な殺し方をして処分するしかないですよね。で我々はいたスーパーラットをこちらに持ってきて実験に使いますけど、結局は薬の試験をしたら死にますし、こういうネズミたち、野生のネズミたちもやっぱり愛護の人たちとかそこらからすると殺すなという方がいるんですね。やっぱりそういうのがやっぱり生き物は地球という一つの共生系であって、その生き物を殺すとは何ぞやという人たちがいるんで、あまりそういう人たちのことを考えると殺すということはなかなか言えないんですけど、やはり人に害があればそれを排除しなければいけないと我々は考えているので、それはそういう要望がある限りはそれについては我々は答えていかなくちゃいけないと思っています。私たちが対象にしているネズミは、ネズミを駆除する薬が効かないネズミがなぜそのような能力を獲得したのかについて研究を行っています。一般的にネズミを殺す時にはその殺素剤の一つであるワルファリンという薬があるんですけれども、人用の医薬品としても使われている薬で、血液をサラサラにする薬と言われています。でワルファリンを大量にネズミが食べると血液が
止まらなくなって、それで最終的に血が流れすぎて失血死っていう死に方をします。しかしスーパーラットは血が固まりやすいというか、出血をしにくいネズミで、なのでその殺虫剤が効きづらいということになっています。ワルファリンは比較的その毒性は弱い薬と言われています。で、なぜこれを使わなければならないとかっていうと、我々と同じ哺乳類であるってことは、もし仮にネズミを殺す薬を子供とかあとペットとかが間違って食べちゃったりすると、その子供とかペットが死んじゃっては困るんです。なのでなるべく毒性の弱い薬かつネズミが死ぬ薬っていうのを選ぶ必要があるんです。でその中でワルファリンは最適な薬として今現在殺虫剤として主流として使われております。ワルファリンはどこに作用するのかと申しますと、血液を凝固させるサイクルに影響を与えます。でその凝固させるサイクルの一つで VKOR っていうタンパク質があるんですけれども、そのサイクルを阻害しちゃうんですよ。でスーパーラットの持つ VKOR タンパク質はワルファリンに対してくっつきにくくなっているっていうことが知られていて、なのでスーパーラットの VKOR はワルファリンに阻害されにくいため、スーパーラットは殺虫剤が効かないと言われています。野生のラットを捕まえてきて、例えば、血液ですとか尻尾を用いまして、そこから DNA を抽出して遺伝子変異があるか、いやその他諸々の条件を検出するために、まずは遺伝子を抽出するという作業ですね。今その細胞から DNA を液体に抽出してきて DNA 自体を取り出すんですね。でその DNA を使って実験して、例えばその遺伝子配列を読んだりすることができるんですね。でその遺伝子配列を読むと、ここが違うとかここは一緒とかいうのが分かったりするということですね。なので DNA を今回取り出して、それを使って何かをすると新しいことが分かるという感じですね。これで15分間11000G という遠心力で遠心することによって DNA を沈殿させます。見えました。こちらの一番下の壁に、白色というか少し薄茶がかった小さいのがこびりついているのが見えるかと思います。これが DNA ですね。その DNA ってたった4種類の、塩基からなってるんですね。A、G、T、C という4つの塩基配列がひたすら順番に並んでいることによってさまざまなタンパク質をコードしている。結果がこのようになってますね。GA、GAA と、ひたすら DNA の配列が解析できて、これの配列をスーパーラットと普通のラットで比較することで、どこにスーパーラットがワルファリンに対して強くなっているかというのを追求することができる機械ですね。ただこのシークエンサーで読めるのは1回にその一部の領域に限られているので、遺伝子上に1個2個複数個の遺伝子変異が生じていた場合はおそらくそれが原因だろうと。変異がなかったらとりあえずその遺伝子上は問題がないということが分かります。今実はヨーロッパの方ではワルファリンよりも強い薬がどんどん使われ続けています。でそのワルファリンよりも強い薬に対しても抵抗性を持つ個体群が確認されていまして、おそらく日本でもワルファリンよりも強い薬を使ったとしても、それは結局いたちごっこになっちゃって、今後どんどんと強いスーパーラットが出てくるかなと思われます。なのでその時その時に最善の方法で対処していくしか方法はないだろうなと思います。うちの研究室はその実験動物のネズミを使って警報フェロモンといいまして、そのストレスを受けたラットが出すフェロモンで、その他の子がそれを嗅ぐと、ここは危険だなっていうのを感じて不安になるっていうフェロモンをずっと研究してきてまして、でそういうものが、その実験動物のネズミだけじゃなくて実際も野生のラットや、スーパーラットも使ってたら面白いんじゃないかということで、
まず調べ始めようとしています。でそれにあたってスーパーラットからフェロモンを取るのが難しかったんで、まずは実験動物のラットからフェロモンを取って、それが彼らに効くんじゃないかというのを試しているところです。彼らが情動点のその怖いとか不安だとかもすごいお互いやり取りしてるんじゃないかっていうのがだんだん分かってきていて、まだまだ我々はよく分かってないんですけれど、いっぱいそういうので会話をしてんじゃないかなと思ってます。このネズミを毎日撫でてる手にすごく慣れてくれるので、いろんな実験をする前には基本的にはこうやって撫でて手に慣らして、触られただけで怖がったりしないようにこう撫でてます。ラットはですね、そのお尻の穴の肛門の周りに警報フェロモンが入ってるだろうっていうことが分かってきたんで、ラットを麻酔してそのお尻のあたりに電気刺激を加えることで筋肉を人工的に収縮してあげて、で彼らが自分で肛門周囲腺の中身を絞り出すのをこう人工的に真似て、そのフェロモンを出させるっていうことをしています。ちょっと麻酔で寝てると目の焦点が合ってないのでこの子の目の焦点が合ってないからうつろな表情ではありますけど。まず天井に 5ml の純水を吹きつけます。で水滴にしてつけることで表面積を増やして水滴にフェロモンが吸い込まれるようにします。ここにラットを入れます。でケーブルをつないでスタートします。で20秒に1回刺激をして、これを上げ下げします。一応この一刺激ごとにフェロモンがきっと出ていて、箱の中に充満して、それが天井の水滴に、ちょびっとだけ溶けてくれるという感じですね。で今終わった後これを回収します。この水滴をワイパーのように集めます。これがフェロモン水です。実際提示するときはその試験する装置の中にあらかじめこのフェロモン水を含んだろ紙を置いておいてどうなるかっていうのを見ます。なのでスーパーラットにも今実験しているのは、これをその彼らの餌の場所のところに貼り付けておくと餌を食べる量が減らないかっていうことを実験されてますね。一番理想的なのはそのスーパーラットの、怖がるフェロモンと安心させるフェロモン、両方見つけられれば、来てほしくないところにはその怖がるフェロモンを塗っておいて、来てほしくなくて、で一方でそのちょっと罠に捕らえて数を減らしたい時にはその罠に安心するフェロモンを塗っておけば、その罠の中により入ってくれて数をコントロールできるというふうなことが一番理想ですね。彼らの言葉でここは入ってきてくれるなとか、ここはいいよとか、そういうのを、彼らに伝えるっていう意味で彼らのフェロモンが見つかれば、もうちょっとそういうことをしやすくなるんじゃないかなと思ってます。殺鼠剤っていうのは非常に難しい薬です。ネズミは哺乳類なんで人にも効きます。でそのような難しい薬をネズミだけに効いて人とか他の動物には効かないような、そういう薬の開発っていうのはこの研究ベースでも非常に興味深いところではありますんで、なのでそのスーパーラットの生理だったりとか生態だったりっていうのをきっちり理解した上で、次の新しい殺鼠剤候補を明らかにできたらなということは思います。
ネズミの研究者は非常に少ないものですから、その中で被害を防ぐというのが我々の役目ですから、これから先もそういう研究を続けながら人の役に立つための研究を続けたいところですね。人がいる限りはネズミはいなくなることはないと思います。やはり人につかず離れず生活している生き物ですから、人間がいる限りはそのそばに必ずついてくると思ってます。